にちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は風でくるくる回る紙の吊るし飾りを作ります。作りたい大きさの丸いもの何でも構いません。準備いたします。今日はこのセロハンテープの丸を使います。丸の直径を測ります。外から外までちょうど10センチありました。丸の直径と同じ10センチ ×10 センチの正方形に切った色画用紙を4枚準備しました。2色2枚ずつ切りました。切った紙を半分に折ります。三角形に折っていきます。先ほどの丸い型を当てます。この三角形の両方との辺にぴったり合うようにして、上の角は丸くなるように、この丸に合わせて印を書きます。この書いた線に合わせて切っていきます。4枚とも同じように切っていきます。このように山形に4枚切れました。1枚をもう1枚に重ねて置きます。下のところ左右が1センチよりちょっと広いぐらいですかね、にずらして、この上に乗せた紙の端のところをこのように印をつけて、細長く縁が取れるように印をつけます。お互いに印をつけ合いながら4枚とも同じような印をつけていきます。つけた印の通りに切っていきます。折ったまま切っていきます。丸いお箸のような棒を準備して、これを使ってカールをしていきます。4枚ともこのように同じように重ねて、上から半分このお箸を使ってカールしていきます。このお箸を重ねた紙の上に置いて、指で少し紙を持ち上げて、このまま引っ張るようにカールをさせます。最初の折り山よりも少しずれて、折り線が手前に来るかと思いますが、これで大丈夫です。反対側も反対側に向くようにカールしたいと思います。くるっと向けて重なったまま同じようにこのようにカールするようにこすっていきます。同じく折り山が少しずれてきますが、ずれたままにしといてください。4枚このように同じ方向にカールできましたら、濃い色と薄い色と交互交互になるように置いて、この端を重ねて貼っていこうと思います。接着剤を準備します。接着剤は何でも構いません。爪楊枝の先に接着剤を少し取って、この折り山の手前、片面に細く少しだけ接着剤を塗ります。
そうしましたら、次の紙をこのように重ねるように端を揃えて貼り合わせます。また同じように少しこの幅細く接着剤を塗って同じように重ねていきます。この折り山がきれいに重なるように重ねて貼ります。最後も同じように接着剤を塗って重ねるように貼り合わせていきます。今度は下の端も同じように貼っていきます。折り山のすぐ脇に接着剤を塗って、次になる紙をこのように折り山が合うように重ねて貼ります。残りも同様に貼っていきます。上の端と下の端がこのように貼り合わされました。そうしましたら、この一番下になっている紙と一番上になっている紙の両端も貼り合わせていこうと思います。上の端に同じように接着剤を塗って、下の端もやはり同じように接着剤を塗って、ぐるーっと端を持ってきて、このように貼り合わせていきます。しっかり貼り合わさりましたら、形を整えていきます。まずは、このように4箇所ずつ貼ってありますので、4方向に行くように広げていきます。4方向に広がったら、この2枚重なっているところも少し広げて空間を作ります。広げながら綺麗なカーブになるように、もし反対側にですね、折れてしまいましたら、また丸い棒を使ってカールを整えていきます。上も下も同じように出します。これで出来上がりです。このような丸い形のモチーフもつけると可愛いので、こちらの方も作っていきます。適当な丸いものをこちらを型にして、丸を3枚描きます。印に合わせて丸く3枚切っていきます。3枚ともそれぞれ半分に折っていきます。1枚広げます。折ってある紙のこの折り山のところに接着剤をこのように盛り上げるように塗って、広げた方の紙のこの折り線に合わせてペタッと貼っていきます。反対側にも同じように貼っていきたいと思います。残った紙の半分に折った折り山のところに同じように接着剤をのせて、で、反対側の折り線に合わせて
貼ります。上から見ると同じところから出ているような形になります。これで丸も出来上がりました。この丸に糸をつける場合、接着剤が乾かないうちに糸をこの隙間の接着剤がはみ出しているところにこのように貼っていきます。爪楊枝の先を使って押し込むとしっかり貼れてきます。こちらにも糸を通していきます。この隙間から糸を入れて上から見るとちょうど反対側に糸が渡るようにして、そして適当な長さで切って縛っていきます。下にも丸をつける場合は、この糸のついた丸を同じようにですね、どこか適当な空いているところに糸を通して好きなところで縛っていきます。先につけるモチーフの形をまん丸でなく、このように尖らせる場合は、正方形を切って同じように貼っていくと、このような形にもできます。作った時に切って余った部分、こちらを利用してもう一度同じことをすると、もう一サイズ小さいのもできて、内側にまたさらに同じことをして作ったものを重ねてあります。また、小さく余ったところを先ほどのモチーフと同じようにこのように重ねると少し尖ったものが出来上がります。いろいろな色で試してみてください。